2026年1月、いよいよ新NISA3年目の幕開けです。年が明け、また新たに、成長投資枠に140万円が復活します。あなたは今、こう考えていませんか？資金には余裕があるし、面倒だから、1月にまとめて投資してしまおう。どうせ上がるなら、早く入金した方がお得だ。警告します。その判断が、あなたの老後資金を修復不可能なレベルで破壊する可能性があります。もし、あなたが注文ボタンを押した翌週にショック級の暴落が起きたら、たった数日で虎の子の240万円が半値近くまで溶けていく。その恐怖にあなたは耐えられますか？ SNS や YouTube では年始一括投資こそが数学的な正解だという声で溢れています。しかし、その理論は20代の若者にとっての正解であって、私たち50代にとっては劇薬です。一歩間違えれば資産寿命を一気に縮める自殺行為になりかねません。今日は新NISA 3年目を迎えるにあたり、50代が絶対にやってはいけない枠の埋め方と、暴落が起きても枕を高くして眠れる最強の守り方について解説します。大切なお金です。一瞬の判断ミスで溶かさないために、ぜひ最後までお付き合いください。まず、前提として、結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って話します。では、敵を知ることから始めましょう。なぜ世の中では、これほどまでに一括投資が推奨されるのでしょうか？理由はシンプルです。複利の効果を最大化できるからです。S&P500 や全世界株式の過去データを見ると、株価は長期的には右肩上がりです。投資の世界には、稲妻が輝く瞬間と呼ばれる、株価が急上昇する特別な日があります。その日に、市場に居合わせるためには、1日でも早く、1円でも多く、お金を市場に置いておく必要があります。積み立て投資のように、現金を寝かせている時間が、高ければ長いほど、機会損失になる。だから数学的には、一括投資の勝率が高い。これは紛れもない事実です。20代や30代であれば、私も迷わず、一括投資を進めます。彼らには、時間という最強の武器があるからです。もし一括投資した直後に大暴落しても、彼らは20年放置すればいい。むしろ、給料から追加投資をして、安くなった株を買い増すチャンスにさえなります。これが若者の特権です。しかし、私たち50代は違います。私たちには、回復するための時間と、追加投入できる入金力が若者ほど残されていません。老後までのカウントダウンが始まっている私たちが若者と同じリスクを取る。これは投資ではなく、ただの無謀です。50代の投資戦略において最も高くつくコストは何だと思いますか？それは信託報酬でも税金でもありません。心のコストです。一括投資をした後に支払うことになる強烈な精神的負担のことです。想像してみてください。2026年1月、あなたは240万円を一括投資しました。その年は運悪く、年初からダラダラと下がり続ける下落トレンドの年でした。毎日、証券口座を開くたびに資産が減っている。マイナス10万円、マイナス30万円、マイナス50万円。仕事をしていても、家族と食事をしていても、あの240万円のことが頭から離れません。俺の退職金が消えていく。どうしてあんなことをしてしまったんだ。そして、マイナスが 30% を超えたとき、あなたの脳内で警報が鳴り響きます。これ以上減ったら、老後の生活が破綻する。暴落になりたい。その恐怖に耐えきれず、
あなたは最悪のタイミングで売却ボタンを押してしまうのです。これを狼狽売りと言います。ここで確定した損失はもう二度と戻ってきません。数学的に正しいはずの一括投資があなたのメンタルを破壊し、資産形成を強制終了させるのです。これが心のコストの正体です。50代が目指すべきはハラハラするギャンブルのような投資ではありません。退屈なほど安定していて夜ぐっすり眠れる資産形成です。ここからが一番大事なポイントです。具体的に数字で見てみましょう。感情論ではなく数字でリスクを把握してください。もし240万円を一括投資した直後に IT バブル崩壊やリーマンショック級のマイナス 40% の暴落が来たらどうなるか。あなたの240万円は一瞬にして144万円になります。96万円の損失です。96万円あれば何ができたでしょうか。夫婦での豪華な海外旅行が2回は行きました。車の買い替えの頭金にもなりました。あるいは数ヶ月分の生活費が賄えました。それがクリック一つで消し飛ぶのです。このリスクを負ってまで数パーセントのリターンを追い求める意味があるでしょうか。一方で、もしこれを毎月に10万円の積み立てにしていたらどうでしょう。暴落が起きてもダメージを受けるのはすでに投資した分だけです。そして翌月からは暴落して安くなった株をバーゲン価格で買うことができます。積み立て投資の場合、株価が上がれば資産が増えて嬉しい。株価が下がれば安く買えて嬉しい。どちらに転んでもメンタルが安定します。暴落横井、安く買ってやると思えるくらいの余裕が生まれます。この心の余裕こそが50代が暴落相場を生き残るための命綱なのです。では結論をお話しします。新NISA 3年目、50代の私たちにおすすめの戦略は2つです。ご自身の性格と資金量に合わせて選んでください。戦略の1つ目は鉄壁の機械的12分割です。成長投資は国140万円を1月から12月まで毎月に10万円ずつ積み立て設定にする方法です。これが最も安全で最も推奨される方法です。高値掴みのリスクを極限まで減らし、相場がどうどうこうが感情を挟まずに淡々と枠を埋めることができます。もし手元に現金があってもあえて証券口座には入れず、毎月の引き落とし日を待ってください。待つことも立派なリスク管理です。戦略の2つ目は余裕派の半々ハイブリッドです。これはすでに十分な現金余力があり、少しはリターンも狙いたいという中級者向けです。年初に枠の半分、120万円だけ一括投資します。そして残りの120万円を12ヶ月で割って月10万円ずつ積み立てます。これなら株価が上がった時の恩恵を受けつつ、暴落時のための買い増し余力も残せます。アクセルとブレーキを同時に踏むようなバランスの取れた大人の戦略です。どちらにせよ絶対にやってはいけないのは全額を一点に一瞬でかけること。それは投資ではなく超反博打です。新NISAは今年で終わりではありません。来年も再来年も一生続く制度です。たった1年のリターンを追い求めて無理な一括投資をして相場から退場することだけは避けてください。投資の目的はお金を増やすことだけではありません。増やしたお金で安心した人生を送ることです。毎日ハラハラして過ごすくらいならリターンなんて数パーセント落ちても構いません。ゆっくりでいいんです。誰かと競争する必要はありません。
自分のペースで枠を埋めて、夜はぐっすり眠る。それが、50代の正しい投資の姿です。今回の動画を見て、自分は積み立てでいこう、と決めた方、あるいは、半分だけ一括にするよ、という方、ぜひコメント欄で、あなたの3年目の作戦を教えてください。書くことで決意が固まります。次回はいよいよ年末総決算。2025年に捨ててよかった金融商品について大掃除を兼ねてお話しします。無駄な手数料を払いたくない方は今のうちにチャンネル登録をお願いします。詳しい解説は画面下のリンクから